夜空を見上げるとき、私たちは生命の静かな営みの中にいると感じます。この世界は安定していて進化はゆっくりと穏やかに進行していくものだと。しかし地球46億年の歴史はそうした私たちの安易な確信を根底から覆す壮絶な真実を秘めています。生命の歴史は穏やかな持続の物語ではありません。それは突然訪れる激変とそこから立ち直る再生のドラマチックなサイクルによって刻まれてきたのです。生命は絶えず変化しますが、特定のタイミングで地球そのものから、あるいは宇宙から容赦ないリセットボタンが押されてきました。5億4000万年前、多様な複雑な生命が爆発的に誕生して以来、地球の生態系は少なくとも5回統計的に異常なレベルで崩壊しました。それは種の 99% が消える緩やかな衰退ではありません。全生命の4分の3以上が地質学的には瞬きするほどの短期間に制御不能な力によって一掃されてしまう大破局です。私たちはこれを5大絶滅ビッグ5と呼びます。この5度の危機は地球のシステムが持つ脆弱性と生命の驚くべき強靭さを同時に示しています。想像してみてください。もし現在地球上に存在するすべての生物、森の木々から深海の魚、そして私たち人間も含めての75%あるいは90%以上が一瞬にして消滅するとしたら、世界はどうなるでしょうか。文明は一夜にして途絶え、地球は生命の少ない荒涼とした惑星へと逆戻りするでしょう。そして何より恐ろしいのは、これらの古代の破局が決して過去の遺物ではないということです。生命の進化の道のりはこれらの危機によって方向づけられ、私たち人類の存在もまた絶滅という大いなる偶然の上に成り立っているのです。私たちは今過去の絶滅メカニズムを研究することで、人類が自らの手で引き起こしているかもしれない第6の大量絶滅の脅威とそれに立ち向かう術を知ることができます。古代の地層に刻まれた警告は、現代の私たちに向けられた最も切実なメッセージなのです。5つの大絶滅は、私たちに何を語りかけているのでしょうか。その謎の探求は、地球の過去を知るだけでなく、人類の未来を決定づける鍵となるはずです。科学者たちは、この壮大な歴史のパズルを解き明かすため、地質学的な痕跡、科学的な指紋、そして化石の断片を何十年にもわたって追跡してきました。その発見の旅路はさながら壮大な宇宙規模の推理小説のようです。2、背景と既存パラダイム。生命の消滅という概念の発見。人類が絶滅という概念を理解するまでには長い時間がかかりました。18世紀、フランスの自然科学者ジョルジュ・キュビエは地層の中から発見される巨大な化石が現在のどの動物にも該当しないことに気づきました。特に巨大な象のような動物マンモスの化石がある時代を境に突然消えている事実です。キュビエはこれらの突然の消失を地質学的な突発的な大災害、すなわち激変説で説明しむ。しかし19世紀に入ると、スコットランドの地質学者チャールズ・ライエルが提唱した生一説が科学界を支配します。これは現在地球上で起きている緩やかなプロセス、風化侵食堆積が過去においても同じように作用していたとする考え方です。
この説に基づけば絶滅は、緩やかで環境に適応できなかった個体がゆっくりと消えていく進化の自然なプロセスだと解釈されました。大絶滅という概念が生逸説の影から再び姿を現すには、20世紀後半のデータ分析革命を待たねばなりませんでした。古生物学者たちは、世界中の化石記録を定量的に分析し、始めます。1980年代初頭シカゴ、大学のジャック・セプコスキとデビッド・ラウプは、古生代から現代に至るまで、5億年以上にわたる海洋生物の属の化石データを集大成しました。彼らが絶滅率をグラフ化すると、驚くべき光景が現れました。そこには、絶滅が緩やかな曲線を描くのではなく、5つの時代で、まるでハンマーで叩かれたかのように鋭いスパイクとして突き出していたのです。これらの5つのピークこそが、セプコスキとラウプによって定義された史上最も重要な生物危機ビッグ5です。大絶滅は、通常のバックグラウンド絶滅とは根本的に異なります。バックグラウンド絶滅は、進化の過程で常に起こっている緩やかな種の入れ替わりであり、特定の地域や特定の環境の変化によって引き起こされます。しかしビッグ5は、地球規模のシステム全体の崩壊を意味します。この大破局では、特定の環境に適応したスペシャリストも何でも食べるジェネラリストも等しく無慈悲に一掃されます。絶滅の割合は通常時の何十倍何百倍にも跳ね上がり、その結果生態系の構造は完全に破壊され、次の時代へと受け継がれる生物の系譜は大幅に絞り込まれることになります。この発見により、科学界は地球のシステムが時として予測不能な激変を起こすという現実を受け入れざるを得なくなりました。生命の歴史は安定した進化と突発的なカタストロフィーの交互作用によって成り立っているのです。このビッグ5の物語は、古生物学地質学科学が融合した壮大な学際的な探求によって解明されてきました。個々の絶滅が地球内部のマグマ活動、大気、化学そして遥かな宇宙の出来事までいかに複雑に連動していたのか、そのドラマを一つ一つ見ていきましょう。3. 探求と発見の過程。5つの大絶滅のドラマ。第一の波。オルドビス期末の絶滅約4億4000万年前。地球が迎えた最初の主要な大絶滅は、約4億4000万年前に起こりました。この時代生命は、まだ主に海の中で栄えており、ミツバムシオウムガイ、腕足動物などが海底を彩っていました。この絶滅の主な引き金は、気候の劇的な寒冷化でした。当時の超大陸ゴンドワナが南極付近へ移動し、地球は急速な寒冷期に入ります。巨大な氷床が形成されると海面水位は100メートル以上も低下しました。浅い海に生息していた多くの海洋生物は生息地を一瞬にして奪われ、その85%もの種が失われました。これは2段階のパルスで発生しました。最初のパルスは寒冷化と海面低下によるもの、そして2度目のパルスは氷床が急速に溶け海面が再び上昇した際の急激な温暖化とそれに伴う海洋循環の乱れによるものです。海面が上昇し、溶けた氷がもたらした大量の淡水と栄養塩が海洋の酸素循環を乱した結果、海は無酸素化し第二の絶滅の波が
襲いかかったのです。科学的な探求は、この時期の堆積物から海洋環境が不安定だった証拠を見つけ出しました。さらに、この危機には、宇宙の力が関与していた可能性も指摘されています。それは、遥か彼方の銀河で発生したガンマ線バーストの仮説です。もし、ガンマ線バーストが地球近くで発生した場合、その高エネルギー粒子は、地球のオゾン層を一瞬で破壊し、地表に致死的な紫外線が降り注いだ可能性があります。この紫外線は、食物連鎖の基盤となる浅海域のプランクトンに致命的な打撃を与えたかもしれません。これは地球の第二の波、デボン紀末の絶滅約3億7000万年前。デボン紀は魚の時代として知られ、サメや甲骨魚類などが繁栄しました。また、陸上ではシダ、植物などの巨大な森が形成され、地球の景観が初めて緑に染まった時代です。しかし、この繁栄も長続きしませんでした。二度目の危機は、オルドビス紀のような単一の一撃ではなく、数百万年にわたる長期的なそして断続的な絶滅のパルスとして訪れました。この複雑な危機は、地球環境のフィードバックが原因である可能性が高いとされています。原因の一つは、陸上植物の爆発的な進化です。巨大な森は、大気中の二酸化炭素を大量に吸収し、その結果地球は、再び寒冷化へと向かいました。さらに植物の根が、岩石を砕き大量の栄養シオリンなどが、川を通じて海に流れ込みました。この現象は、地球史上初めて、生命活動が地球科学的なシステムに大きな影響を与えた証拠の一つです。この栄養塩の流入は、海で大規模なプランクトンの異常増殖ブルームを引き起こしました。プランクトンが死んで海底に沈む際、それを分解するために、大量の酸素が消費され、広範囲にわたる海洋無酸素体、アノキシアが出現しました。デボン紀のサンゴ礁は、この危機によって壊滅的な打撃を受け、多くのサンゴや増殖生物が姿を消しました。地質学的には、この時代の堆積物から広範囲にわたる酸素のない環境を示す黒色血岩が発見されており、長期間にわたる海洋システムの機能不全が裏付けられています。この絶滅は、生命が地球環境を大きく変える力を持つ一方で、その変化が自らに跳ね返る危険性を示しています。第三の波、ペルム紀末の絶滅史上最悪の大絶滅約2億5200万年前。そして生命の歴史上最も悲劇的で、最も徹底的なリセットボタンが押されました。ペルム紀末のこの事件は、海洋生物の 96% を陸上脊椎動物の 70% を絶滅させ、地球上の複雑な生命をほぼゼロに戻しました。文字通り大いなる示唆、グレートダイイングです。この大破局の原因は、地球内部の想像を絶する暴力でした。現在のシベリア地方で発生した大規模火成岩岩石クアイスシベリアトラップスの噴火です。この現象は、単なる火山の噴火ではなく、地球の深部からマントル・プルームが上昇し、地殻を突き破って、数十万年以上にわたってマグマが途方もないスケールで噴出し、続けた洪水、玄武岩の活動でした。放出された溶岩の量は、推定で数百万立方キロメートル。それは、地球史上最大の火山活動の一つです。この活動は、大気中に二酸化炭素オニや二酸化ヨウ素2などの温室効果ガスを、現代の人類活動とは
比較にならないほどの量で放出し続けました。このガスによって地球は制御不能な暴走温室効果に陥ったのです。その結果地球は劇的に温暖化し、特に海洋の温度は極端に高くなりました。この熱がペルム紀の海洋に壊滅的な連鎖反応を引き起こします。高温の海水は酸素をほとんど保持できず広範囲で無酸素状態アノキシアに陥りました。さらに大量のウニが海に溶け込むことで海洋酸性化が進行しました。炭酸カルシウムの殻を持つ多くの海洋生物はこの酸性化した海では生きていけませんでした。彼らの生態系は酸性化と窒息という二重の攻撃によって完全に破壊されました。地質学的証拠、特に炭素同位体の急激な変動はこの時期に生命の基盤が劇的に変化し、地球の炭素循環が完全に破綻したことを示しています。この事件型の絶滅と決定的に異なるのは、その回復にかかった時間です。生物が多様性を完全に回復するには、1000万年近くの時間を要しました。これは、生命が過去に経験した傷の中で、最も深く長い停滞期でした。ペルム紀末の絶滅は、地球上の生命システムがいかに簡単にかつ、徹底的に破壊されうるかを示す究極の警告となっています。第4の波。三畳紀末の絶滅約2億1000万年前。史上最悪の絶滅から立ち直った生命は、再び多様化を始めました。特に爬虫類、アークロサウルス類が繁栄し始めていましたが、彼らの時代も再び地質学的な暴力によって中断されます。原因は約2億年前に起こった超大陸パンゲアの分裂に関連した大規模火山活動でした。中央大西洋マグマ、岩石クエイと呼ばれる現在の北米南米、アフリカヨーロッパにまたがる巨大な火山活動が大陸の裂け目から始まりました。この火山活動もまた大量の温室効果ガスを放出し、急速な温暖化と海洋の無酸素化を引き起こしました。この絶滅の結果、多くの大型両生類や恐竜と競合していた初期のアークロサウルス類が姿を消しました。推定で海洋生物と陸上生物の約 80% がこの危機で失われたと考えられています。しかし、この危機は進化の歴史において極めて重要な役割を果たしました。競合相手が消えたことで、それまで影に隠れていた恐竜の祖先たちに広大な生態学的ニッチが提供されました。三畳紀末の絶滅は、次のジュラ紀における恐竜の黄金時代の幕開けとなったのです。第5の波。白亜紀末の絶滅。境界約6600万年前。そして、最も有名で最も劇的な終焉が訪れます。約1億8000万年にわたって地球を支配した日、鳥類型恐竜の時代に終止符が打たれました。この事件は他の4つの絶滅とは異なり、決定的な一撃によるものでした。この絶滅の謎に挑んだのは、1979年、地質学者のウォルター・アルバレスと、ノーベル物理学者で、ある父、ルイス・アルバレスのチームでした。彼らが、イタリアの地層で発見した白亜紀と古代三紀の境界を示す粘土層には、地球の近くでは、極めて稀な元素イリジウムが異常な高濃度で存在していました。イリジウムは小惑星や隕石には豊富に含まれています。アルバレス親子は
この科学的な指紋をもとに、一つの大胆な仮説を提唱しました。直径 10km にも及ぶ巨大な小惑星が6600万年前に地球に衝突したという、まさしく激変説の再来でした。衝突説は当初科学界に大きな論争を巻き起こしました。しかし世界中の境界層から超高圧でしか形成されない衝撃石英や溶けた岩石が冷えてできたガラス、銅の粒、テクタイトが発見されることで、衝突説は揺るぎないものとなっていきます。そして、メキシコのユカタン半島地下に直径約 180km にも及ぶ巨大なチクシュルーブクレーターが発見され、衝突の痕跡と絶滅のタイミングが正確に一致したことで、論争に終止符が打たれました。小惑星の衝突は、核兵器数億発分に匹敵するエネルギーを放出し、巨大な津波全世界的な山火事、そして大量のゴミと硫酸エアロゾルを成層圏に吹き上げました。このゴミが太陽の光を遮断し、地球は数ヶ月から数年にわたりインパクト・ビンター衝突の冬と呼ばれる暗闇と寒冷化の時代に突入したのです。光合成が停止し、食物連鎖の土台が崩壊したことで、恐竜をはじめとする大型の生物群は急速な環境変化に適応できず絶滅しました。対照的に小さく雑食性で地下に隠れることができた生物初期の哺乳類や鳥類がこの暗闇の時代を生き延びたのです。興味深いことに、絶滅の時期にはインドのデカン高原でも大規模な火山活動デカントラップスが起きていました。多くの科学者は衝突が主犯であるとしつつも、この火山活動がすでに地球環境を不安定にさせ、小惑星の一撃が致命傷となった複合要因説が有力だと考えています。この5つの大絶滅の探求は、地球の歴史がまるで時計仕掛けのように安定しているわけではなく、常に内部と外部からの破壊的な力にさらされてきたことを私たちに突きつけます。4. 科学的原理とメカニズム、システム崩壊の連鎖。5つの大絶滅は、原因は違えど生命を殺戮する共通のメカニズムを共有していました。それは、生物が適応できる速度を超えて、地球のコアシステムを破壊する連鎖反応です。1. 殺戮メカニズム、大規模火山活動と大気汚染。ペルム紀末のシベリアトラップスのような大規模火成岩岩石クアイスは、地球史上最大の環境破壊源です。これらの活動は、数十万年という長い期間にわたって、地球の化学組成を根本から書き換えてしまいます。アイス場に酸化炭素オニを大量に放出し、急速な温室効果をもたらしますが、同時に硫黄酸化物素にやエアロゾルも放出します。素には、一時的に太陽光を遮断し、短期的な寒冷化を引き起こす可能性がありますが、オニが優勢になると長期的な暴走温暖化へと移行します。この急速な寒冷化から温暖化へのスイッチ自体が生物の適応力を超えるストレスとなりました。さらにマグマが石、炭層や石灰岩層を貫通して噴出すると、メタンやその他の有毒ガスを放出し、オゾン層を破壊する可能性も指摘されています。オゾン層が破壊されれば、地表に到達する紫外線が急増し、ペルム紀末やオルドビス紀末のように食物連鎖の基盤であるプランクトン層が壊滅的な打撃を受けます。2. 殺戮メカニズム、
海洋の窒息と妖怪。海洋無酸素化アノキシアと海洋酸性化は、過去の絶滅の最も強力な殺戮者でした。特に海洋生物の96%が失われたペルム紀末では、この2つの複合作用が致命的でした。温暖化によって海水温が上昇すると、酸素の溶解度が低下するだけでなく、表層と深層の海水の密度差が大きくなり、垂直方向の水の混合循環が停滞します。その結果、深海では酸素が供給されなくなり、有機物の分解によって酸素が消費され、つくし巨大なデッドゾーンが形成されました。さらに悪いことに無酸素状態の海では、硫酸塩を還元するバクテリアが増殖し、有毒な硫化水素ニーズが発生します。この硫化水素が海中を満たし、最終的には大気中にも放出された可能性があり、これは陸上生物にとっても致死的な毒ガスとなりました。まさに地球全体が巨大な毒のプールと化したのです。そして大気中の過剰なオニが海に吸収されることで、海洋のが低下する海洋酸性化が進行し、炭酸カルシウムの殻を持つ生物が生きる道を閉ざしました。3. 殺戮メカニズム。インパクトウィンター太陽光の停止。絶滅に見られる小惑星衝突は、短期的なカタストロフィーの究極の例です。衝突によって巻き上げられた膨大な量のゴミや衝突の熱で発生した全球的な山火事の梅煙が成層圏に達すると、太陽光は完全に遮断されます。このインパクトウィンターでは、地上の温度が急激に低下し、何よりも光合成が停止します。地球上の食物連鎖の基盤である植物や藻類が死滅することで、数ヶ月以内に大型の草食動物は、それを追う肉食動物も飢餓に陥ります。飢餓は環境変化そのものよりも早く生態系を破壊する最も直接的な力となりました。このように大絶滅は単一のイベントではなく、地球システムの連鎖的な崩壊でした。生命が持つ適応力は数十万年かけて徐々に進化する環境変化には対応できても、火山や衝突によって引き起こされる地質学的な瞬間の激変には太刀打ちできなかったのです。5. 影響と未来展望。リセットボタンが作った現代。大絶滅は破壊の物語であると同時に進化の物語でもあります。絶滅の危機は生命の木の枝を切り落としますが、その結果残された少数の枝に新たな進化の機会を与えました。これを適応放散と呼びます。ペルム紀末の大絶滅の後、荒廃した世界を生き延びた爬虫類の一部が急速に多様化し、三畳紀を通じて恐竜へと進化しました。もしペルム紀末の危機がなければ、生態系のニッチは既存の生物によって占められたままであり、恐竜の登場は遅れていたか、あるいは全く異なっていたかもしれません。そして絶滅は私たち人類の運命を決定づけました。絶滅を生き延びたのは小さく夜行性で昆虫や種子を食べる雑食性の初期の哺乳類でした。恐竜という強力な捕食者と競合相手が消えたことで、哺乳類は大型化し、空、海陸のあらゆるニッチへと適応放散を始めました。私たち霊長類の進化もこの空いたニッチから始まりました。大絶滅は現在の地球の支配者である私たち人類の存在を可能にした
究極の運命の転換点だったのです。現代への警告、第6の絶滅。しかし今、この壮大な物語は、暗い局面を迎えています。多くの科学者は、私たち人類が引き起こしている環境破壊都市の現象を地球史上6度目の大絶滅と新生エントロポチェネの絶滅と呼んでいます。過去5回の大絶滅は地球内部の力あるいは宇宙からの衝撃という不可抗力によって引き起こされました。しかし第6の絶滅のドライバーは私たち人類の活動、特に急速な気候変動、生息地の破壊そして汚染です。現在の種の絶滅率は、通常のバックグラウンド絶滅率と比較して、数十倍から数百倍に加速していると推定されています。これは、過去の絶滅イベントの破壊的なスピードに匹敵する可能性があります。私たちは、ペルム期末のシベリアトラップスが放出した二酸化炭素の総量を数百年から数千年の間に排出するペースで化石燃料を燃やし続けているのです。特に過去の絶滅の主要なメカニズムであった海洋酸性化と海洋無酸素化の兆候が現代の海でも観測されています。鬼が海に溶け込みサンゴ礁や貝類が生きるために必要な炭酸イオンが奪われています。急速な温暖化は再び海洋のデッドゾーンを拡大させているのです。過去のデータが未来を救う。過去の大絶滅の研究は現代の気候変動モデルにとって重要なベンチマークを提供しています。ペルム期末や暁新生、指針性温暖化、極大気のような過去の極端な温暖化イベントは、地球のシステムがどれほどのレベルでいかに早く崩壊するかを示す実証データです。これらのデータは、環境が安定しているときに反映するスペシャリストの種が、急激な環境変動に対して最も脆弱であることを示しています。逆に小型で広く分散し植生の広いジェネラリストの種が生き残りやすいことも分かっています。この知識は現代の生物多様性を保護するための優先順位付けに役立っています。大絶滅の物語が私たちに伝える最後の教訓は、回復には途方もない時間が必要だということです。私たちが今数十年で失っている種を取り戻すには、数百万年の進化のプロセスが必要なのです。この知識は、私たちが現在直面している危機がいかに重大で不可逆的であるかを教えてくれます。6、エンディングと要約、生命の旅路。5つの大絶滅は、私たち人類に科学的な真実だけでなく、哲学的な問いを投げかけます。地球の歴史は、決して人類のために用意された安定した舞台ではありませんでした。むしろそれは常に内部と外部からの破壊的な力にさらされてきた暴力的な場所でした。私たちは、かつて生命を支配した強力な力、すなわち大規模な火山活動や小惑星の衝突の脅威を今や科学によって理解し将来的にその影響を制御する可能性すら持つに至りました。しかし皮肉なことに人類自身が過去のカタストロフィーに匹敵するほどの速度で地球環境を変化させる新たな地質学的力となってしまいました。私たちは恐竜を絶滅させたインパクトビンターやペルム紀の海を窒息させた海洋無酸素化を二度と引き起こしてはなりません。生命は5度試練を乗り越え、その度に新たなより
複雑な姿へと進化してきました。私たちが今、第6の絶滅を防ぐことができるかどうかは単に科学技術の問題ではなく、私たちが地球の生態系に対してどのような責任と敬意を払うかにかかっています。地球の歴史という壮大な文脈の中で、私たちは奇跡的な偶然によってここに存在しています。この知識は謙虚さ、そして未来への責任感を私たちにもたらすはずです。生命が持つ驚異的な回復力と地球システムの容赦ない暴力、その両方を知る私たちは、このかけがえのない惑星の未来の管理者として、知性をもって行動しなければなりません。この驚くべき科学的探求の旅が、あなたの世界観を少しでも広げるきっかけとなれば幸いです。最後に重要なお知らせがあります。この動画は、科学医学技術に関する教育、およびエンターテインメントを目的として作成されており、専門的な医学的アドバイスや治療法を推奨するものではありません。科学的な知見は日々更新されるため、動画内の情報は作成時点の学説に基づいています。健康上の問題や医療的な判断が必要な場合は、必ず医師や専門機関にご相談ください。